皆さん明けましておめでとうございます。今年もたくさんキャンプしていきたいと思いますので、楽しんでいってください。2022年一発目のキャンプはニセコサヒナキャンプ場です。ここは圧倒的な雪中キャンプをお見せできると思います。いつもより長めの動画となっておりますが、最後までお付き合いください。本日は2022年1月2日です。正月なのでほとんど人いないかなと思っていましたが、カーサイト全て埋まってました。去年の失敗から学び、今回はスノーペグを用意してきました。雪や砂浜などの弱い地盤で威力を発揮するペグです。実はすでに1回使用してるのですが、これは本当にすごい。アルミ製で氷などの硬い地盤には打ち込むことができませんが、ご覧のような雪地盤では必需品と言ってもいいくらいです。横向きに埋めて使うこともできますが、今回は普通のペグのように打ち込んで使ってます。ロープにかなりテンションをかけても抜けてくることはありませんでした。概要欄にリンクを貼っておきますね。本日は天気予報によると暴風雪警報が出ているのですが、果たして大丈夫でしょうか。ロープをビシッと張っておきます。そして雪も結構降りそうなので、例によって全幕は使用しないことにします。作成本部完成です。いやー、雪降ってますわ。今のところほぼ無風です。風が強まってスカートがバタつくと寒いので、全部雪で埋めました。もうすでにさらっと積もりましたね。中はこんな感じです。今回もこいつに頑張ってもらいます。これはニューアイテム。妻からのクリスマスプレゼントです。保冷力が高く、ハードに扱っても壊れない。蓋の上が平らでテーブル代わりになります。色合いもいい感じです。某有名メーカーのものが欲しかったのですが、高くて手が出せないでおりました。セールでお手頃価格だったみたいです。ソロキャンにちょうど良いサイズ感です。問題の保冷力は真夏に使ってみてレビューしたいと思います。次の日の朝、中のものが縛れているということはなかったので、それなりの断熱性能があると思います。これから長い間相棒としてキャンプに連れて行きたいと思います。この角張ったデザイン好みです。さあ設営も済んだのでコーヒータイムにします。今のところ若干雪がちらついてますが、風はなく落ち着いた天気です。実はここニセコサヒナへは去年末2021年12月27日から29日の2泊3日で娘とデュオキャンプをしに来ました。ちょうど数年に一度の大寒波到来と騒がれていた時です。通常の天気なら自宅から2時間ちょっとで到着できるはずが、なんと5時間かかりました。本当は1泊の予定でしたが、その日到着した時間が夕方4時で何もできずに終わってしまったので、延長しても1泊しました。ではなく羊蹄山が望める絶好のポジションでしたが、雪が結構降っていてほぼ羊蹄山は見えませんでした。子連れ雪中キャンプだったということもあり、動画を撮る余裕もなくゆっくりできなかったキャンプとなりましたので、今回はそのリベンジできたわけです。今回のポジションは羊蹄山が見えません。荒れるようなので羊蹄山が見える場所だったとしても雪で見えなかったでしょうけど、すっきり晴れていて無風の時に来てみたいなともあれ、一人でゆっくりできる貴重な時間なのでバッチリ楽しみたいと思います。
々の濃いめコーヒーが入りました。大自然に囲まれ、しんしんと降りしきる雪の中飲むコーヒー、最高です。サヒナでキャンプすると周辺にある温泉の割引券がもらえます。数日前に娘と来た時はカンノの森という温泉に入りました。ゴージャスなホテル内にある温泉で綺麗な温泉でした。スキー客が多く洗い場が取り合いだったのと、湯船のお湯がぬるかったです。今日はどこの温泉に行ってみようかなと考えてます。あんまり他のお客さんのいない温泉でゆっくりできればなと思ってます。最初に行きたいと思った優先閣はお客さんがいっぱいで入場制限をかけているとのことで却下。どこに行きましょうかね。雪秩父温泉に入ってきました。硫黄の匂いのするいい温泉でした。内風呂が熱いやつとぬるいやつの2つにちょっと歩いて露天風呂でした。他のお客さんも少なくとてもゆっくりできました。体がポッカポカです。帰ってくるなり焚き火です。時折突風が吹くようになったのであまり長い時間はできないかもしれません。それでも焚き火は外せません。鎮火してしまいました。突風が吹いた時に周りに立ち並んでいる木から雪がバサバサと落ちてきます。薪がしけってしまって全然火が大きくなりません。やっと火が落ち着いたかと思ったらまた突風にやられます。またやられました。もはやこれまでか。いや、もうちょっと粘ります。現地調達した薪、まだこの2本しか使っていません。さっきまで断続的な風だったのにだんだんと連続的になってきました。予報通り今夜は荒れるのでしょうか。またやられました。しばらく諦めの悪い焚き火ストにお付き合いください。だって焚き火をしに来ているんですもの。火が消えるとひどく悲しい。嫌がらせされてます。今日は焚き火の日じゃないってことですね。前
全然火が大きくなりません。1時間ほど粘りましたが諦めます。腹も減ったし致し方がない。こういう日もありますよね。焚き火台が悪いのかな。いつものコールマンファイヤーディスクなら全然なんともないような気がするんだけどな。雪をかけて横に置いておきます。気を取り直して飯にします。本日は海鮮ちゃんこ鍋です。もちろん具材は切り刻んであるやつです。もやしだけ別途買ってきました。タレと水を入れて具材を煮るだけ。めちゃ簡単です。でもこの具材の切り刻んである鍋セットなかなか売ってないんですよね。そんな時はおでんになります。それなりに積もりましたね。先ほどまでの動画だと雪が降っていないように見えていたかもしれませんが、実はずっと降ってます。ちょっと雪下ろしをしますね。倒壊したらネタにはなるかもしれませんが、マジでシャレになりませんので、こういう感じになっちゃうのでやっぱり全幕はつけられないな。雨でも雪でも全幕を使うための補強装置を考え中です。まだくすぶってますね。これは何かと嫌な感じしかしないので完全消化しておきます。こういう時は雪って便利。白菜が凍ってます。ほんの短時間クーラーボックスの外に置いておいただけなんですけどね。鍋が出来上がるのも時間がかかりそうです。白菜が硬くて蓋が閉まらない。とりあえずこれ言っときます。北海道の自慢、札幌暮らし。正月と自然の脅威に乾杯。うまいけど寒い。芋焼酎も持ってくればよかった。相変わらず荒れてます。予報では風速9メートルになるらしいです。最悪の場合は車に避難します。やっと鍋が煮えたようです。腹減ったなあ。もう最後に入れた白菜しか見えませんが、いろいろ入ってます。エビ、ター、何かの魚、つみれ、春肉、鶏肉など。これは絶対温まるやつ。
りますわ。あ、鍋うまいです。雪中ちゃんこ鍋よっき。泡の出るビール、コンビニにあったので買ってきました。前飲んだ時はちっとも泡出なかったんですよね。さあ今回はどうか。出ません。普通のビールと変わりませんね。まあ何でもいいんですけど。ゆっくり鍋食ってる場合ではない。もうそろそろ寒いのでさっさと食ってこもりたいと思います。こんなとこで鍋食ってるなんて普通の人からすれば正気の沙汰じゃないんでしょうね。あったかい平和そのもの。外気温マイナス 6.3 度ですが風があるので体感もっと寒いです。ビールは雪に置いておけばぬるくなりません。暑くなってきました。空寒くても耐えられる装備ですから暑くなりますよね。すっかり着込んでいたものは脱いでくつろいでます。とは言ってもこの後の天気予報を調べているのですが、風は強そうですが雪は大したことなさそうです。ロープも増し張りしてきたしバッチリです。やっぱこれの効果は絶大。めちゃめちゃ暖かい。寝る前の気温を確認。外気温マイナス 8.6 度、膜内 24.1 度。膜内はもはや家と変わりませんね。一酸化炭素警報器もセット完了。入り口上の方も少しチャック開けてあります。オッケー。寝まう。ご視聴ありがとうございました。今年もメタルゾーンチャンネルをよろしくお願いいたします。後編もお楽しみに。